変数ペアの一覧表をエクスポート及びインポートし、変数ペアを一括で設定する方法について説明します。変数ペアとは、ジェミニ側のシミュレーション変数と PLC 側のサーバー変数を対とすることです。接続性タブでシミュレーション変数とサーバー変数を一つずつ選択し、ペアを作成します。三菱電機製品のみ CSV ファイル形式で変数ペアをエクスポート・インポートできます。OPC UA サーバーを経由し、他社製品と接続する場合、XML ファイル形式である必要があります。コンフィググループからエクスポートまたはインポートを選択することで、XML ファイル形式でエクスポートまたはインポートできます。多くの変数ペアを設定する場合、変数ペアのエクスポート・インポート機能は便利です。付属ファイル、バリアブルペアーズ、アンダーライン、before.vcmx を開きます。シグナルで制御されたアームが配置されています。シミュレーションを実行し、接続グループのシグナルを選択することで、アームを動作させることができます。コンポーネントプロパティウィンドウのフロント、アンダーラインエンドからクローズ、アンダーラインエンドは動作の完了を通知する項目です。シミュレーションをリセットします。ジェミニと PLC 間で送受信する変数の一覧表を CSV ファイル形式で書き出します。接続性タブを開きます。接続性タブが表示されない場合、ファイルタブを開き、オプションのアドオンで接続性を有効にする必要があります。ジェミニを一度再起動することで、接続性タブを表示できます。PLC との接続設定を追加します。接続性コンフィグウィンドウの三菱エレクトリック FA を選択します。右クリックでメニューを開き、サーバーを接続を選択することで接続設定を追加できます。サーバーグループの変数ペアをエクスポートを選択し、変数の一覧表を書き出します。エクスポート設定ウィンドウで書き出す変数を選択します。送信方向では変数の値を送信する方向を選択できます。最初にジェミニから PLC へ送信する変数を追加します。0シミュレーションからサーバーへを選択します。追加項目では変数の種類、コンポーネントでは変数が設定されている装置を指定できます。ARM の動作完了を通知する変数にはコンポーネントプロパティを使用しているため、追加項目でコンポーネントプロパティのみ選択します。コンポーネントで ARM を選択し、追加をクリックします。エクスポート一覧に変数が追加されたことがわかります。ボタンを押したとき、PLC のプログラムを開始するため、コンポーネントで HMI ボタンを選択し、追加をクリックします。isPressed はボタンを押したことを通知する変数。ボタンダイヤメーターはボタンの半径を変更する変数です。エクスポート一覧で変数を選択し、削除をクリックすることでエクスポート一覧から削除できます。今回、ボタンの半径は必要ないため、ボタンダイヤメーターを削除します。ボタンダイヤメーターを選択し、削除をクリックします。次に PLC からジェミニへ送信する変数を追加します。送信方向を1サーバーからシミュレーションへに変更します。ARM の動作を指示する変数にはシグナルを使用しているため、追加項目でシグナルのみ選択します。コンポーネントで ARM を
選択し、追加をクリックします。エクスポートをクリックします。変数ペアをエクスポートウィンドウで CSV ファイルを保存する場所を指定できます。ファイル名はサーバー2です。通常はサーバーと同様の名前で問題ありません。本動画ではエクスポート、インポートの結果を確認するため名前を変更しています。インポートするファイル名がエクスポート元と同じ場合、上書き保存されず、同じ名前のサーバーが並びます。保存をクリックすると、処理を実行しますか、データ量が多い場合、時間がかかります。という確認メッセージが表示されます。はいを選択します。問題がない場合、エクスポートに成功しましたと表示されるため、OK をクリックします。エクスポート設定ウィンドウのキャンセルをクリックし、閉じます。CSV ファイルを開きます。A 列から送信方向、コンポーネント、プロパティ、ビヘイビア、シミュレーション変数とペアとなるサーバー変数のデータ型が表示されています。E 列にシミュレーション変数とペアとなるサーバー変数を入力します。E3 に X0 と入力します。シミュレーション変数、フロント、アンダーラインエンドとサーバー変数 X0 がペアです。同様に E4 から E13 に X1 から X10 と入力します。E14 に Y0 と入力します。E15 から E23 は Y1 から Y9 です。サーバー変数のデータ型を設定します。F3 にブールと入力します。今回、データ型はすべてブールです。CSV ファイルの変更を保存し、閉じます。ジェミニの画面を表示します。CSV ファイルを読み込み、変数ペアを一括で設定します。サーバーグループの変数ペアのインポートを選択することで、CSV ファイル形式の変数ペア一覧表を読み込むことができます。変数ペアのインポートウィンドウでサーバー2を選択し、開くをクリックします。処理を実行しますか、データ量が多い場合、時間がかかります。という確認メッセージが表示されます。はいを選択します。問題がない場合、インポートに成功しましたと表示されるため、OK をクリックします。接続性コンフィグウィンドウにサーバー2が追加されたことがわかります。読み込んだ変数ペアを確認します。ウィンドウグループの変数を表示を選択することで、接続済み変数ウィンドウを表示できます。接続済み変数ウィンドウでサーバーにシミュレーションからサーバーへ、サーバーからシミュレーションへを展開します。CSV ファイルで設定したシミュレーション変数とサーバー変数のペアが表示されています。PLC のシミュレーションを開始します。今回は GXWorks3 を使用します。付属ファイルtest.gx3 を開きます。デバッグをクリックし、シミュレーションのシミュレーション開始を選択します。ジェミニの画面を表示し、ジェミニ側の接続設定を変更します。接続性コンフィグウィンドウの三菱エレクトリック FA からサーバー2を選択します。プロパティウィンドウの接続を編集をクリックすることで接続設定を変更できます。接続を編集ウィンドウの PC 側インターフェースが GX シミュレーター3であることを確認します。CPU シリーズ、CPU タイプ、システム番号、号機番号を GXWorks3 と一致させます。GX シミュレーター3ウィンドウで確認できます。CPU シリーズは RCPU。CPU タイプは
R16。システム番号と合機番号は1です。接続をテストをクリックし、接続を確認します。接続に成功しましたと表示されるため、OK をクリックします。適用をクリックします。接続性コンフィグウィンドウでサーバー2の右側にあるアイコンをクリックすることで、Gemini と GXWorks 3を接続できます。動作を確認します。ホームタブを開きます。マニピュレーショングループのインタラクティブを選択した状態でボタンをクリックすることでボタンを押すことができます。シミュレーションを実行しボタンをクリックします。ARM が動作しています。接続済み変数ウィンドウではシミュレーション変数とサーバー変数の値の変化を確認できます。シミュレーションからサーバーへはシミュレーション変数と連動し、サーバー変数の値が変化します。サーバーからシミュレーションへは、サーバー変数と連動し、シミュレーション変数の値が変化します。パソコンの環境により、通信に遅延が発生する場合があるため、注意が必要です。シミュレーションをリセットします。変数ペアの一覧表をエクスポートおよびインポートし、変数ペアを一括で設定する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。